第2章、涙の池。おかしいわ、ますますおかしいわ。アリスは叫んだ。あまりにびっくりして一瞬ちゃんとした日本語の話し方を忘れてしまったのだ。今や史上最大の望遠鏡みたいに伸びていくわ。さようなら、タさん。下を見ると足がほとんど見えなくなっていたのだ。どんどん遠くなっていく。あ、かわいそうな足さん。これから誰が靴や靴下を履かせてくれるのかしら。私にはとても無理だわ。あんなに遠くなってしまっては構ってなんかいられないもの。自分で何とかしてちょうだい。でも優しくしなくちゃ。とアリスは思った。でないと私の行きたい方に歩いてくれなくなるわ。そうだわ。クリスマスごとに新しいブーツを送ることにしましょう。そしてどうやって届けるか、一人で計画を練り続けた。運送屋さんに届けてもらわなくちゃと考えた。自分の足に贈り物を贈るなんておかしな話ね。宛先だってへんてこなことになるわ。アリスの右足様、暖炉の前の敷物、日よけのしがらみのそば、アリスより愛を込めて。まあ、なんてバカなことを言っているのかしら。ちょうどその時、頭が広間の天井にゴツンとぶつかった。もう身長は9フィートを超えていた。すぐに金色の小さなカニをつかみ、庭の扉へ急いだ。かわいそうなアリス！横向きに寝そべって片目で庭を覗き込むのが精一杯で、通り抜けるなんて前にも増して絶望的だった。ペタンと座り込んでまた泣き出した。恥ずかしいと思いなさい。とアリスは自分に言った。こんな大きな子が確かにそう言ってもいいくらいだった。こんな風に泣き続けるなんて、今すぐおやめなさい。それでも泣き止まず、何ガロンもの涙をボロボロ流して、辺り一面に深さ4インチほどの大きな池ができてしまい、広間の半分が水浸しになった。しばらくすると、遠くからパタパタという小さな足音が聞こえてきた。急いで涙を拭い、何が来るのか目を凝らした。白ウサギが戻ってきたのだ。立派な身なりで、片手に白い小ヤニ皮の手袋を持ち、もう片方の手には大きな扇を持っている。ひどく急いでパタパタ走りながらブツブツつぶやいている。はあ、公爵夫人だ、公爵夫人。はあ、待たせたらどんなに怒るだろアリスはもう追い詰められた気持ちだったから、誰にでも助けを求めたい心境だった。そこでウサギが近くに来た時、おずおずと小さな声で話しかけた。すみません。ウサギはビクッと飛び上がり、白い小ヤニ皮の手袋と扇を取り落として暗闇の中へ一目散に逃げ去った。アリスは扇と手袋を拾った。広間はとても暑かったので、喋り続けながらずっとパタパタ仰いでいた。まあまあ、今日は何もかもおかしなことばかり。昨日まではごく普通だったのに、一晩のうちにすっかり変わってしまったのかしら。ちょっと考えてみよう。今朝起きた時、私は同じ私だったかしら。なんだか少し違ったような気もする。でも同じでないなら、一体私は誰？あ、それこそ大問題だわ。そして同い年の知り合いの子を片っ端から思い浮かべて、そのうちの誰かと入れ替わってしまったのではないかと考え始めた。エイダじゃないのは確かだわ。と言った。だってあの子の髪は長いくるくる巻き毛で、私の髪は全然巻いていないもの。それにメーベルでもないのは確か。だって私はいろんなことを知っているけど、あの子はまあほんのちょっとしか知らないもの。それにあの子はあの子で、私は私で、もうややこしいったらないわ。前に知っていたことを全部知っているか確かめてみよう。4、5が12で、4、6が13で、4、7だ。もうこの調子じゃ20にたどり着けないわ。でも掛け算の九九はどうでもいいの。地理を試してみよう。ロンドンはパリの首都で、パリはローマの首都で、ローマはそれは全部間違いだわ、絶対。私はメーベルに変わってしまったのね。小さな青を暗唱してみましょう。そしてお行儀よく膝の上で手を組み、お勉強の時のように暗唱し始めた。でも声はしわがれてへんてこで、言葉もいつもと全然違ってしまった。小さなワニはいかにして光る尻尾を手入れする。ナイルの水を注ぎかけ、金の鱗を磨くのだ。ニコニコと口を開いて
きれいに爪を広げたら、小さなお魚いらっしゃい。優しく笑ったその声、絶対正しい言葉じゃないわ。とかわいそうなアリスは言い、また涙を浮かべながら続けた。やっぱり私はメベルなのだわ。あの狭苦しい家に行って暮らして、お餅屋もほとんどなくて、お勉強ばかりしなくちゃならないなんて。いやよ、もう決めたわ。もし私がメーベルなら、ここにいるの。上から覗き込んでおいで、お嬢ちゃん。なんて言われたって、見上げて言ってやるわ。私は誰なの？まずそれを教えて。それで私がその人でよければ上がるわ。嫌なら誰か別の人になるまでここにいるわって。でもアリスは突然わっと泣き出した。誰か覗き込んでくれたらいいのに。ここで一人ぼっちなんてもう本当に嫌なのよ。そう言いながら手を見ると、おしゃべりしている間にウサギの白い小ヤニ革の手袋をはめてしまっていて驚いた。どうやってこんなことができたのかしら。と思った。また小さくなっているんだわ。立ち上がってテーブルのところに行き、テーブルを目安に背丈を測ってみると、見当では2フィートくらいで、しかもぐんぐん縮んでいる。すぐに原因は手に持っている扇だと分かり、慌てて放り出した。もう少しで完全に消えてなくなるところだった。危ないところだったわ。とアリスは言った。急に変わったのでだいぶ怖かったが、まだ存在していてほっとした。さあ、庭に行くわよ。全速力で小さな扉に走っていった。ところが、扉はまた閉まっていて、黄色の小さな影はさっきと同じようにガラスのテーブルの上に乗っている。前よりもっとひどいわ。とかわいそうな子は思った。こんなに小さくなったのは生まれて初めてよ。初めて。本当にひどいったらないわ。そう言っているうちに足を滑らせ、血の瞬間バシャン。顎まで塩水に浸かっていた。最初は海に落ちたのかと思った。それなら汽車で帰れるわ。と独り言を言った。アリスは一度だけ海辺に行ったことがあって、イギリスの海岸に行けばどこでも海の中に脱衣車が並んでいて、子供たちが木のスコップで砂を掘っていて、それから貸別荘が並んでいて、その裏に駅があるというのが一般的な結論だった。けれどもすぐに、ここは自分が9フィートの身長だった時に泣いた涙でできた池なのだと気がついた。あんなに泣かなきゃよかった。とアリスは言いながら出口を探してあちこち泳いだ。罰が当たったのだわ。自分の涙で溺れるなんて。ずいぶんおかしなことだけど間違いないわ。もっとも今日は何もかもおかしいのだけれど。ちょうどその時、池の少し先でバチャバチャと何かが泳いでいるのが聞こえた。なんだろうと思って近づいてみると、最初はセイウチかカバかと思ったが、今の自分がどれほど小さいかを思い出し、よく見たらただのネズミだった。自分と同じように池に滑り落ちたのだ。このネズミに話しかけて何か役に立つかしら。とアリスは思った。ここでは何もかもが常識外れだから、喋れたっておかしくないわ。とにかくやってみても損はないわね。そこでこう話しかけた。ネズミさん、この池の出口をご存知ありませんか？ここを泳ぎ回るのにもう疲れてしまったんです、ネズミさん。ネズミに話しかけるにはこれが正しい言い方だとアリスは思ったのだ。こんなことをしたのは初めてだったが、お兄さんのラテン語の文法書にネズミはネズミのおネズミにネズミをネズミよと書いてあったのを思い出したのだ。ネズミはちょっと不思議そうな目で見つめ、小さな目の片方をパチクリさせたようだったが、何も言わなかった。英語がわからないのかしら。とアリスは思った。きっとフランスのネズミで、征服王ウィリアムと一緒に渡ってきたのだわ。アリスは歴史の知識はそれなりにあったが、何がどれくらい昔の出来事なのかはさっぱり分かっていなかったのだ。そこでまたこう話しかけた。エマ、シャット。フランス語のお勉強の本の最初の文だった。ネズミはパッと水から飛び上がり、全身をブルブル震わせて怯えている様子だった。ごめんなさい。アリスは慌てて叫んだ。かわいそうなネズミの気持ちを傷つけてしまったのではないかと心配になったのだ。猫が嫌いだったことすっかり忘れていたわ。猫が嫌いですって。ネズミが甲高い声で叫んだ。あなただって猫が好きになれるもんですか？私の立場になってみたら。そうね、きっと無理でしょうね。アリスはなだめるように言った。
怒らないで。でもうちの猫のダイナを見せてあげたいわ。ダイナを見たらきっと猫が好きになると思うの。とってもおとなしくて可愛いのよ。アリスは池をゆらゆら泳ぎながら半ば独り言のように続けた。暖炉のそばでゴロゴロと気持ちよさそうに喉を鳴らして、前足を舐めて顔を洗って抱くとふわふわして気持ちがいいのを。それにネズミを捕まえるのがとっても上手でごめんなさい。アリスはまた叫んだ。ネズミが全身の毛を逆立てていたので、きっとすっかり怒らせてしまったに違いない。もうダイナの話はしないわ。嫌ならね。しないですって。ネズミは尻尾の先までブルブル震えながら叫んだ。私がそんな話をするとでも、うちの一族は昔から猫が大嫌いなんです。下品で卑しい生き物です。二度とその名前を口にしないでください。もう言わないわ。アリスは話題を変えようと急いでいった。あなたはケンはお好き？ネズミは答えなかったので、アリスは夢中で続けた。うちの近くにとっても可愛い子犬がいるの。見せてあげたいわ。クリクリした目のテリアでね。茶色の長い巻き毛が綺麗なの。物を投げると取ってきてくれるし、お座りしてご飯のおねだりもするし、いろんな芸ができるのを半分も思い出せないけど、農家の飼い犬でね、100ポンドの値打ちがあるってご主人が言っていたわ。ネズミも何でもかんでも捕まえしまった。アリスは悲しそうな声で叫んだ。また怒らせちゃったわ。ネズミは全力で泳いで遠ざかっていき、池をバシャバシャかき回していた。そっと呼びかけた。ネズミさん、戻ってきて、お願い。猫の話も犬の話もしないから、嫌なら。これを聞くとネズミは振り返り、ゆっくり泳いで戻ってきた。顔は真っ青だった。怒りのせいだとアリスは思った。そして低い震える声で言った。岸に上がりましょう。それから私の身の上話をしましょう。猫と犬が嫌いなわけがわかりますから。もう行かなくてはならなかった。池は落ちてきた鳥や獣たちでどんどん混み合ってきていたのだ。アヒルにドウドウ、インコにコアシ、その他にもいろいろな変わった生き物がいた。アリスが先に立って一行は連れ立って岸まで泳いでいった。